In the valley of the green, looking up at the gray and the gold. Holiday tarot, the stories that never get told. From the junk frost summit to the edge of the world we see. Grind a wall breathing, setting the spirit free. Holiday tarot, grind a wall above the clouds. Holiday tarot, above the clouds. 今回はスイスのグリンデルワルト。ここは街を中心に四方を名峰に囲まれた、まさにハイキング天国です。ここグリンデルワルトで2泊3日のハイキング旅行をしてきました。ハイキングに興味のある方は各コースをマップ付きで詳しく解説した動画のリンクを概要欄に貼っておくので、ぜひそちらもご覧ください。まずは車でホテルに向かいます。今回宿泊するのは駅の目の前にあるホテルアルピナ。グリンデルワルトは電車の駅を中心に多くのホテルが集まっています。実は前日に予約サイトで検索した時は安くても1泊600ユーロ以上したんです。その後いろいろ探していると駅近くのこのホテルが約300ユーロで見つかりました。その秘密はホテルの専用サイトか直接電話でしか予約できないこと。スイスでは割とこのパターンがあるので公式サイトのチェックは必須ですね。お部屋はとても綺麗で窓からの景色も抜群でした。まずはお腹が空いたので街中を散策しながらお昼ご飯にします。食事はスイス旅行の定番コープというスーパーで調達します。街の中心にあるアイガープラスという建物の中に入っていてホテルからも近くとても便利です。アイガープラスの屋上は広場になっているのでそこでアイガーを見上げながらチキンを食べて栄養補給です。グリンデルワルトの多くのハイキングマップはユングフラウヨッホをはじめとする標高の高い山々が上になるように描かれています。ハイキングエリアは大きく分けるとアイガーのお膝元エリア、プフィングシュテック、そしてフィルストの3つのエリアに分かれます。1日目のハイキングはまず大迫力のアイガーに向けて出発です。まずはグリンデルワルト駅からアルピグレン駅まで電車で移動します。チケットは片道1人18スイスフランでした。アルピグレンに到着したので早速クライネ・シャイデックに向かって歩いていきます。こちらのハイキング道はとても綺麗に整備されていて歩きやすく傾斜も緩やかな道が続きます。途中で見つけたこの小川は氷河の雪解け水なのか信じられないくらい澄んでいて綺麗です。歩き始めて45分くらい経過した頃からだんだん上りの傾斜がきつくなってきました。途中の分岐点には小屋がありちょうどいい休憩ポイントになっています。アイガートレイルのように北壁の真下を歩くのも迫力がありますが少し離れたこのルートの方がアイガー全体の壮大な姿が見渡せてむしろ良かったかもしれません。ここからも割と登り続ける道が続き息を切らしながらさらに45分ほど登るとクライネ・シャイデックンに到着です。ここはレストランやお土産屋さんも充実していて疲れた体に染み渡るアイスをとりあえず食べました。実はここ大ヒットした韓国ドラマ愛の不時着のロケ地としても有名な場所なんです。その影響か他のスイスの観光地に比べて韓国からの旅行者の方が多い気がしました。お土産屋さんには日本語で高山植物の説明が書かれた看板も特にエーデルワイス関連のグッズは大人気のようです。しっかり休憩を終えたら最終目的地のフォルボーデンゼへ向けて再出発。湖までは歩きやすいハイキングコースを20分ほど進みます。到着しました。フォルボーデンゼは標高およそ2100メートルの場所に位置する美しい湖です。もともとは冬場のスキー場用に人工雪を作るための貯水池として作られたのですが風のない穏やかな日には水面にアイガーなどの山々が美しく反射して最高のリフレクション絶景を楽しめるスポットになっています。この美しい絶景を堪能した後は来た道を下ってクライネ・シャイデックまで戻ります。そして最後は電車に乗ってグリンデルワルト駅まで戻りました。帰りの電車賃は1人 37.6 スイスフランでした。ハイキングから戻り街中を散歩がてら夕食を調達しに行きます。途中でミニゴルフのコースを発見しました。実はミニゴルフってスイスが発祥のスポーツで公式ルールもしっかりあるそうです。その後はコープでいつものハムやサラダなどを調達しホテルのテラスで夕食です。明日のハイキングに備えて今日は早く寝ます。2日目の朝です。ホテルでの朝食はスイスでよくあるハム、チーズ、パンのバイキングに加えて卵料理を一つ選んで作ってくれる嬉しいサービスがありました。今日はまずプフィングシュテックの少し奥のエリアで足慣らしです。車でベッターホルンというホテルの前の駐車場へ行きハイキング開始。昨日とは打って変わり
森の中を牛さんたちを横目に見ながら歩いていきます。木々の隙間から見えるベッターホルンのそそり立つ岩壁に圧倒されます。さらに進むと、オーベーレ、グリンデルワルト氷河、日本語で神、グリンデルワルト氷河が見えてきました。しばらく氷河の削り跡の横を登っていきます。行き止まりの場所まで来ました。氷河の雪が溶ける夏真っ盛りの時期には、ここからさらに700メートルほど登ったところにあるグレックシュタイン小屋という山小屋を目指すコースが開通します。次はぜひそこまで行ってみたいですね。今回はここが終着点。後ろを振り向くとグリンデルワルトの街並みが一望でき、左手に見える険しい山々と、中央に広がる緑豊かな街並みのコントラストが何とも美しいです。帰りは少し道路に向かって歩き、ポストバスも通る道からスムーズに駐車場まで降りました。お昼は街中のパン屋さんで美味しいパンを調達し、ホテルの庭で愛川を眺めながらのランチタイムです。そして午後の部へ出発。午後は大人げのフィルストエリアへ向かいます。それでは出発。まずはグリンデルワルト駅からゴンドラでボルト駅へ向かいます。チケットは片道で1人20スイスフランでした。ボルト駅に到着しました。早速山上湖のバッハールプゼーに向けてハイキングスタートです。今日は天気も良く、空にはパラグライダーがたくさん飛んでいます。スタート地点の時点ですでに最高の景色ですね。しばらくは川の横を歩いていきます。今日の気温は多分20度を超えていて、川に入って遊んでいる人たちもいました。スイスの人たちは平気そうですが、これは氷河の雪解け水なので、多分私たち日本人には我慢できないほど凍える冷たさです。川を越えると木々に囲まれた林道に入ります。森の中は日陰になっていて涼しく、気候としては気持ちいいのですが、ここ結構な急勾配なんです。しかも木に遮られて景色が見えないため、精神的にも体力的にもだいぶきつい。途中にベンチがあったので座って休憩してみると、絶景が広がっていて、自力でだいぶ登ってきたことを実感します。息を整えてハイキング再開です。森を抜けるとバルトシュピッツという山小屋レストランがありました。ここで絶景を見ながら食事や休憩を取るのも最高ですね。ここからは視界が開けた歩きやすい道に変わります。またベンチがあったので少しだけ座って休憩。ふと前方に目をやると、なんと最終目的地のフィルスト展望台が見えてしまいました。信じられないほど遠い。すでに1時間以上も急坂を登ってきたのに、まだまだゴールが遠いことを思い知らされ、絶望しつつもすぐに歩き始めます。少し進むとだいぶ景色が開けた場所を発見したので、より道してみました。若干コースからは外れましたが、アルプスの大パノラマを背景にすごくいい写真が撮れました。こういう自由さもハイキングの醍醐味ですね。さらに進むと道がだんだんとゴツゴツした岩場に変わってきました。そしてこの辺りからなんと雪が出てきました。歩き始めは全く雪なんてありませんでしたが、標高が上がるにつれて完全に雪道に滑らないよう一歩一歩確認しながら気をつけて進みます。そしてついに湖が見えてきました。野生のマーモットです。岩陰からひょっこり顔を出してくれました。ということで今回の登りの最高地点バッハールプゼーに到着しました。標高2265メートル、鏡のように澄んだ美しい湖と、その向こうにそびえるシュレックホルンなどのアルプスの山々。本当にいつまでも見ていたい大絶景です。この景色を名残惜しく思いながら、いよいよフィルスト展望台へ向けて出発です。ここからの道は今まで通って変わってとてもなだらかな下りコース。この区間はフィルストからバッハールプゼーまでの往復を楽しむ人が多いため、軽装の観光客からファミリーまで幅広い層の方々がたくさん歩いています。またベンチがあったので座ってみます。本当にどこを切り取っても圧巻の景色です。そしてついにゴールのフィルストに到着しました。展望台の先端へ行くにはこのクレイジーなクリフウォークを歩いていきます。段がい絶壁にせり出した吊り橋で、歩道の隙間からは遥か下まで丸見え。高いところが苦手な方は足がすくんで歩けないかもしれません。怖さを我慢してなんと下展望台の先端まで着きました。ここは超人気の撮影スポットなので、写真を撮るために15分くらい並びました。フィルスト駅の建物はレストランになっていて、ここでゆっくり食事をとることもできます。室内にはおしゃれなバーカウンターもありましたよ。最後はフィルスト駅からグリンデルワルト駅までゴンドラで一気に下山します。料金は1人当たり36スイスフランでした。ここで一つ注意点。夏のハイキングシーズンでも下りのゴンドラの最終便は18時頃と意外と早いです。この最終便を逃すと自力で山を降りる羽目になるので、時間に間に合うように余裕を持ってハイキングの計画を立てましょう。今日もハイキングを満喫して戻ってきた後は
やっぱりコープで夕食を調達。ホテルのテラスで絶景を独り占めしながら、贅沢な時間を過ごしました。3日目の朝も、昨日と同じ美味しい朝食をしっかり食べて出発です。最終日は、プフィングシュテックのコースへ向かいます。早速行ってみましょう。まずはロープウェイで、プフィングシュテック駅に向かいます。乗り場の名前はグリンデルワルトですが、鉄道の駅とは違うので気をつけてください。街の中心部から10分ほど歩くと乗り場に着きます。ロープウェイに乗る前から、アイガーをはじめとする山々が見えていて、大迫力です。ロープウェイの料金は往復で、1人27点にスイスフランでした。駅を降りてすぐの場所には、レストランや巨大な滑り台、子供用の遊具などがあり、ハイキングをしない人でも楽しめるスポットになっているようです。ここからいよいよ、ハイキングコースに入ります。スタートしてすぐ、グリンデルワルトの街並みとアイガーの東壁が見えています。このコースは、林道から始まります。木々の隙間から見えるアイガーの方向に向かって歩いていくので、この森を抜けたらどんな大迫力の景色が広がるんだろう、という期待を抱きながら、淡々と歩いていきます。はじめの20分くらいは、このような林道を登ったり下ったりしながら進みます。この辺りの標高は、ロープウェイの到着駅とほぼ同じです。森を抜けると、本格的な登りが始まります。そして、スタート時には見えなかったウンター、グリンデルワルト氷河。日本語で言う霜、グリンデルワルト氷河が見え始めました。木や岩がむき出しの周りの山とは違い、氷の塊が真っ白で、天気もいいためキラキラと光って見えます。登山のプロたちは、あんな過酷な斜面でも登れるのでしょうか。しばらく、この眩しい氷河を眺めながら、ゴツゴツした道を進んでいきます。スタートから30分くらい進むとベンチがあったので、水分補給の休憩です。ふと気づくと、いつの間にかアイガーの真横まで来ていました。なんという迫力。アイガーは北壁が登山の難所として有名ですが、この東壁も垂直に切り立っていて、到底登れそうにありません。ハイキング再開です。メッテンベルク山の斜面、というか巨大な岩の壁の横を歩いていきます。道はだいぶ狭く、右手は急斜面。落ちたら終わりというスリルがありますが、道はきれいに整備されているので、安心して歩けます。この岩のゾーンを過ぎると、だいぶ緑が増えてきました。これなら羊さんたちの餌もたくさんありそうです。実は、切り立った岩のゾーンの上に、このような土と草のゾーンがあるのには理由があります。スタート直後の森を抜けてからは、メッテンベルク山が作り出す切り立った崖の真横を歩いてきました。そこは斜面があまりに急すぎて土や草が定着できず、岩はだが、むき出しになっていたんです。しかし、その崖のゾーンを抜けると、氷河が削ってできた巨大な谷の型に当たる、比較的斜面がなだらかな地形に出ます。斜面が緩やかなので土がとどまりやすく、高山植物や草がしっかり生えることができるため、突然、のどかな緑のゾーンになるんです。地形の変化って面白いですよね。ゴールの山小屋、ベーレックが見えてきました。今回は山小屋には寄らずに、通り過ぎてすぐの場所にあるベンチがゴールです。アイガー、そしてグリンデルワルト氷河を見渡し、さらに奥へと続くコースも見えます。ここからさらに、800メートルほど登ると、シュレックホルン小屋という山小屋があるようです。ベンチに座って、足元に広がる深い谷を見下ろします。実はここ、昔は全て巨大な氷河で埋め尽くされていました。大自然の歴史と変化を直接感じられる、とても感慨深い場所です。さあ、再出発です。帰りは、来た道をそのまま戻ります。通常、一度通った道を戻るのはあまり面白みがありませんが、ここは違います。往路は奥にそびえる氷河に向かって歩きますが、袋はグリンデルワルトの街並みを眼下に見下ろしながら歩くので、全く違う雰囲気を楽しみながら戻ることができるんです。アルプスの絶景と可愛い羊たちに癒されながら、最後はロープウェイに乗ってグリンデルワルトの街まで降ります。ハイキングを終えて、最後にグリンデルワルトの街歩きを楽しみます。グリンデルワルトはメインストリートにお店が集中している作りなので、迷うことはありません。絶景を背景に、スイスらしい可愛い建物のレストランやお土産屋さんが並びます。コープがあるアイガープラスの向かいには、日本人に大人気モンベルもあります。ここにはグリンデルワルト店限定のオリジナル T シャツやピンバッジなどのグッズも売っているので、お土産にぴったりです。そして、スイス最後の食事もやっぱりコープ。アイガープラスの屋上で昼食を食べていると、こんなプレートを見つけました。旧安曇村、現在の長野県松本市安曇地区は、1972年にグリンデルワルトと姉妹都市提携を結んだそうです。今度は安曇地区にもぜひ訪れてみたいと思います。それでは最後に、今回の滞在でかかった費用を振り返ってみましょう。
食事は基本コープで済ませたので、物価の高いスイスにしては、だいぶ出費が抑えられたと思います。大自然と絶景に癒された、最高の2泊3日でした。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。他の動画もあるから見てね。